こう肌以外の部分をまず1トン落とすんですよ、墨で。それでこの上から絵の具を塗った時に肌が発光するように見えるようにしたくって、色を調整するっていう意味もありますし、なるべく私はあんまり厚塗りしたくないっていうのがあって、前段階で陰影をこう作っておくっていう気持ちもあって作ってます。今回の個展の DM 作品とかに使わせていただいているモデルさんがこのモデルさんなんですけど、このモデルさんと今回こう個展の絵を描きたいということで2、3年ぶりくらいに再会したんですけど、すごい本人の雰囲気とかこう考え方とかが変わっていて、すごく柔らかく女性らしくなっている、変化していた、少女っぽくなっていたっていう印象があって、でじゃあ逆にこの絵はその最初に初めて会った時の彼女を描いてます。はい、1枚だけ昔の彼女、もっと若かったんですけど、こうちょっと鋭い感じ、よりこうちょっと目線とかがこう猫っぽい感じっていうのが印象的で、この当時の彼女は。でその違いを個人的に楽しみたくって書いてます。はい、海野さんが女優さんなんですよ。こうモデルとして出会って、最初はお姉さんの海野さんだけ撮ってたんですけど、妹が可愛いっていう話をずっとするから、じゃあ妹さんと2人で描きたいみたいなことを3年前くらいに言ってて、再会した時に全然2人とも違く、すっごい大人になってて、で逆にお姉さんはめちゃくちゃ可愛らしくなってた。じゃあもうその違いをこう対比っぽくとにかく描きたいかもみたいなのになって、陰と陽みたいなポージングにさせてもらって、この辺も一緒に話しながら決めました。お客さんたちは、その私のモデルさんを覚え始めてるのが面白くって、例えばこう海野さんだったらなんかこう「海野さんの絵ってあります?」とか、海野さんは女優さんなんでそれはわかるんですけど、その今日後から来ていただく子とかは完全に一般の子なのにみんな覚えてる「まりなちゃん元気ですか?」とか、それが面白いですね、私的には。まりなちゃんの絵ばっか買う人もいるし、まりなちゃん何々さんが好きだっていうモデルさんから入ってくる方も多いです。この人がどういう人でどういう関係性の中でこの絵ができたのかっていうのを知りたい人がすごく多い気がします、私の作品の場合は。いろんなモデルさんを使っている作家さんってたくさんいると思うんですけど、私はその中でもかなりこうモデルさんの個人を見るタイプだと思います。でこうポーズモデルとして描いてるっていうよりかは、人間関係のこう一つとしての関わり、こう作家とモデルっていう関係性の延長で絵を描いてるっていう感覚です。最初から決めてることってほとんどないですね。お洋服とかも本人の私物を描きたいっていう気持ちがあって、持ってきてもらったりとかお家に伺ったりとかしながら、一緒にこの絵にはこの布の組み合わせがいいよねみたいな、そういうコミュニケーションの中でほとんど決めてますかね。最初からこういう絵が描きたいっていう時ももちろんあるんですけど、決めすぎるとこうちょっとわざとらしくなる感じがするので、こういうポーズの絵が描きたいんですけどどういう風にするのがいいと思うっていう会話から始めるようにしてます。大学2年生ぐらいから人物の絵を発表はし始めてて、大学生まではあんまりモデルっていうよりかは逆にこう平均化した女性像を描いて、
表面的に会ったことのあるような女性像にして共感をしてもらえたらいいなと思って書いてたんですけど、卒業してモデルさんをお願いするようになってからどんどんこう目の前の人に感じる私の気持ち、こう例えばこう素敵だなとか、こういう仕草が似合ってるなとか、そういう気持ちの方が共感してもらえるかなと思って、あんまりこうしてっていう風な自分の意思をこう押し付けるようなことはせずに、本人が自分がいいと思ったことっていうのを私もいいと思いたいっていう感じで書いてます。はい、というか私が楽しいですよ。同じモデルさん、結構私もいっぱいモデルさんありがたいことにいらっしゃるんですけど、何年もこう重ねていくと知らないことばっか気づく。なんかこうもう書き切ったなって思ってもまた会うと、こんな風な表情もするようになったんだとか気づくことが多くて、そういうのを発見するのがどんどん楽しくなってきてます。はい、最初に日本画材で女性像を描きたいなと思ったのはありふれたことなんですけど、日本画で描かれた女性像が好きだったんですよ。それがきっかけで自分も描けるようになりたいと思って描いていくうちに、日本人として生活してて日本の風土に合わせてこう発展していった日本画材っていうのが一番アジアの女性像の肌に合うなという感じがします。こうやっぱちょっとこうアースカラーで、私はそこまで粒子が粗い絵の具っていうのはそこまで使わないんですけど、逆によく使うのはこう泥絵の具って呼ばれてるような土とかをこう材料としてる絵の具をすごく使うんですけど、そういうこう自然の色っていうのがすごく合っている気がします。柔らかく発色してくれる感じが好きです。いますね。本当にいろいろいますけど、上村松園とか伊藤新水とかその辺はもちろんなんですけど、あと北野恒富っていう広告とかにもよく使われてるような作家さんがすごい好きですね。こう何が好きなんだろうって考えた時に、まず男性が描いているっていうのがすごく大きくって、男性が生身の女性を描いてるっていう視点にすごく共感するのと、こうやっぱ私もこう女性ではあるんですけど、自分自身がその生身の女性だという認識が強い、目の前にいるのがちゃんと温度を持って女として生きている女だっていうことがすごく自分にとって大きいので、なんかそういう視点がすごく好きですね、昔の作家さんのだと。はい、なんて言うんでしょう、陰影ってよりかは温度、体温がありそうなところに置いていってます。これはいろんなものを混ぜてるんですけど、これも泥絵の具って言われてるものですね。土、黄土の土を五粉っていう白い絵の具で淡く
くして調整してます。こう最初にこう写真から絵画っていうものに描き起こすっていう段階の時に、これはいい絵になるって思わないと絵の具に入らないって感じです。この瞬間は絶対にいい絵になるっていう風に確信してから描きたいので、割とこのポーズの前後っていっぱい同じような仕草があって、何枚か下図描いたりとかもします。こう迷っちゃった時は。でその下図を描いて、その実感、これがいい絵になるっていう風な実感に思った方を日本画に描き起こすっていうことが多いですかね。モデルに対してどんな感覚なのか知りたいですね。私と近いのか、もっとこう男性的な目線なのか気になります。私も男性的な視点は持ってはいるんですけど、またちょっと違う気がするから。男性的な視点ってどういう感覚なんですか？手に入れたいかどうかですかね。その人を。手に入れたい。うん。でもどうなんだろう。結局なんかそういうふうに思って男性が描いてる女性像を見ると、手に入れるどうこうじゃなくこう崇めてる感じがするから、来賛っていうか、またうん。手に入れたいと思う時あるんですか？ありますよ。それはどういう瞬間にそう思うんですか？個人的な気持ちで手に入れたいというか、自分のことを見てほしいなって思う時もあるし、作家として独占したいなみたいなっていう手に入れたいもありますけど、それが叶うとも思ってないって感じです。それは作品を完成させることでうん何か成就するものだったりするんですか？成就はしないですよずーっとなんかこう
寂しい気持ちはありますね。寂しどうなんでしょうね。今言葉が全然出てこない。今でもずっとこう関係性が続いている人たちっていうのももちろんいるんですけど、逆に言うと終わってしまった人たちもいっぱいいて、で正直こう今何してるかわからない人たちっていうのもこう元気でいるのか、それともそうじゃないのかっていうのもわからない人たちっていうのもいっぱいいる中で、けどまあこの絵を描いた時間っていうのは自分にとってもすごく幸福な時間だったから、で相手にとってもそうだったらいいなとは思ってはいるんですけど、こういう時間があったよっていうのはたとえ関係性が終わったとしても残っていってほしいなっていうふうに思ってますかね。相手から離れちゃうことももちろんあるし、私から離れることもあるので、もう書かないっていうふうに。答えられる範囲でいいんですけど、はい、書けないって思ったのってやっぱなんかきっかけとかあったりするものなんですか？そうですね、人間関係なので、結局は人間関係上のこう個人的な感情でもう、この人のことはもう知らなく、新しいことを知らなくてもよくなったって感じですか。難しいですけど、やっぱ書けば書くほど新しいことって増えていくし、それが楽しくってやっているけど、もうこの人のことは知らなくていいって思っちゃう時があるから、そうなると書かなくなる。別れのその予感みたいなのってあったりするんですか？しますね。合わないんだろうなとかも思う。その時に書く絵って何いや、か変わったりするんですか？そうですね、最後もうこの人と合わないだろうなって思った時に、この前描いたのはすごい笑ってる絵を描きましたね。笑ってる。そう、ニコッと笑ってる絵を描きました。そう、なんかあんまり来た、ちょっとモデルが来ました。すいません。よっ、片手を後ろに、そうですね、もう一個は手前、そうそうでギリギリ、ちょっと失礼。そう、こうふわーっと動かしててもらってる最中を撮る。そう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 、ごめんね、冷たいよね。いい感じかも。ちょっとひとまずその感じで。ちょっと触りますね。そう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 、なんかこう口らへん本当に眠い今、本当に眠い顔してた今
髪を絞る女。すごい。で視線を少し下げてください。あ、いい感じ。もうここからずっと細かい仕事が続いていきますけど。アングルはなんでこれにしたんですか？これですか？そうですね、本当に同じような写真たくさん撮ってたんですけど、なんかこう、結構凛としてる感じの表情がすごいいいなと思って、で、日差しが瞳に入って反射しててすごい綺麗だったので、この角度にしようかなと思いましたかね。なんかこうモデルさん、はい。ご本人見た時と、今描いてる絵を見比べた時に、はい。描いてる絵の方がもう少しなんか気だるさみたいな、好きかな、気だるさみたいな感じるんですけど、それってなんかこう意識したデフォルメしたというか、なんかあるんですか、そういうの。そうですね、結構この作品に限った話じゃないんですけど、どの作品もこう目の力は少し弱める気がします。そのやっぱこうあんまりこう私は強い意志みたいなのは作品に入りすぎないようにしたいのがあるから、隙間的意味で彼女の目ももうちょっとこうガッと開いてる感じだったんですけど、それは意図的に弱めてます。弱めることでどういう効果というか。そうですね、なんかこう、やっぱこうちょっと下げたんですよ、この本物彼女の瞳の目線よりも。それによってちょっとこう予感が生まれる感じを意識してますかね、いつも。予感、このあと目が少しこううつむいていく瞬間みたいなというか、これからどう動き出すんだろうみたいな予感を感じさせたいなって思ってます。